ワンピース第1163話では、ドラゴンはまだ幼いシャンクスをしっかりと抱きかかえ、必死に島を脱出しようとしていた。ドラゴンは荒い息を吐きながら、燃え盛る瓦礫の間を縫うように走る。その腕の中で、まだ赤子のシャンクスは不安げに泣き声を上げた。だが、次の瞬間、前方で凄まじい爆音が響く。そこでは、ロックス海賊団の幹部、キャプテン・ジョンが、海軍の部隊と激しい戦いを繰り広げていた。その男は、片方の腕に強力な磁力を宿しており、周囲の金属を引き寄せていた。くそ、宝も武器も全部俺のもんだ。ジョンが叫ぶと同時に、その右腕が金属光を放ち、磁気のような力が空気を震わせる。ジョンの地腕がうなりを上げ、周囲のあらゆる金属が空を舞う。銃、剣、鎧、そして海軍の宝箱までもが、凄まじい勢いで吸い寄せられていった。その磁力は、離れた場所を走っていたドラゴンにも及んだ。背中に背負っていた鉄製の銃が激しく引かれ、身体が一瞬で後ろへ引っ張られる。この子を、守らねば。ドラゴンは腕の中の赤子をかばいながら踏ん張ったが、磁力の暴風は容赦なくシャンクスごと彼を包み込んだ。金属の本流に巻き込まれ、ドラゴンは無数の武器や鎖と共に宙を舞う。腕の中に抱えていたシャンクスが、磁力の衝撃でドラゴンの腕から滑り落ちた。ドラゴンは歯を食いしばり、必死にシャンクスの元へ戻ろうと手を伸ばした。だが、その瞬間、背後から押し寄せた無数の金属片が彼の体を包み込み、キャプテン・ジョンとガンズイが集めた巨大な金属の山とともに、彼は引きずられていった。そして、戦場に一人取り残された赤子。燃え盛る瓦礫の中、幼いシャンクスは声を上げて泣いていた。涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、小さな手で地面を這い、無意識のまま、どこか安全な場所を探すように前へと進んでいった。その時、彼の目の前に、一筋の光が差し込んだ。瓦礫の隙間から覗くその輝きは、他のどんな炎よりも美しかった。それは、ロジャー海賊団が残していった宝の山。金銀財宝が散らばる中、一つの大きな宝箱が口を開けたままになっていた。まるでその中に誰かを導き入れるかのように、シャンクスはふらふらと泣きじゃくりながらもその光に引き寄せられていった。小さな膝と手で地面を這い、時折つまずきながらも確かに前へ進む。そしてついに宝箱の前にたどり着いた。中を覗くと、そこには柔らかな布と金貨がぎっしりと詰まっている。金貨がわずかに触れ合い、澄んだ音を立てた。その音に安心したのか、シャンクスは震える体をゆっくりと箱の中へ滑り込ませた。柔らかな布に包まれた瞬間、泣き声が止まり、まぶたがゆっくりと閉じていく。まるで母の胸に抱かれるように、赤子は金貨の間で静かに眠りについた。そしてその宝箱は、戦場を離れようとしていたロジャー海賊団の手によって、何の疑いもなく船へと運び込まれた。箱の中に小さな命が眠っていることに、その時は誰一人として気づく者はいなかった。その頃、ゴッドバレーの中心では、後の歴史に語り継がれる、伝説の戦いが繰り広げられていた。3人の怪物、ロックス・D.G. ベック、カイドウ、そして白ひげ。その眼前に立つのは、サターン星の肉体を支配した異形の存在、イム様。イムが静かに息を吐くと、その身から放たれた覇王色の覇気が、周囲の海賊や海軍兵を一瞬で地に伏せさせた。彼の姿を直視した者は、例外なく命を落としていく。まさに、神、そのものだった。ロックスは一歩踏み出し、低くつぶやく。本当に来やがったのか、イム。イムは首をかしげ、煙の向こうのロックスを見透かすように言った。この世界を完璧なものにするために、お前はこの世の歴史から抹消されねばならぬ。デイビー・ジョーンズ。ロックスの目が一瞬だけ細められる。驚きの色を隠し、数秒の静寂の後に口を開いた。勘違いするな。俺は、デイビー・ジョーンズではない。だが、我が祖先が交わした、約束、お前を打ち倒すという誓い、この俺が必ず果たしてみせる。約束という言葉を聞いた瞬間、イムの瞳が冷たく光り、
凍てつくような殺気が再び周囲を包み込む。その圧倒的な覇気はゴッドバレー全体を凍らせるかのようだった。海軍も海賊も人間では呼吸すらままならない。雷鳴が轟く中、ロックスは堂々と立ち、剣を構える。その視線の先に立つのは、世界の頂点に君臨する存在、イム。だがその時、ビッグマムも戦場へと駆けつけた。竜の姿となったカイドウを見て怒りに唇をかみしめる。しかし、目前の光景を見た瞬間、彼女は理解した。倒すべき敵はカイドウではない。この場を支配する、圧倒的覇気を放つ怪物、イムなのだ。今だけは共闘だよ、バカ友。ビッグマムは雄たけびを上げ、ロックスたちに加わる。こうして、ロックス海賊団の4人は力を合わせ、イムに向かって総攻撃を仕掛けた。ロックス海賊団が一斉に突撃した。世界最強の4人の怪物による天地を揺るがす合体攻撃、衝撃波が炸裂し、空間が引き裂かれる。だが、その圧倒的な攻撃を前にしても、イムは微動だにしなかった。避けもせず、防ぎもせず、ただ静かに見下ろしていた。煙が晴れた時、イムの体は焼け焦げ、切られ、貫かれていた。しかし次の瞬間、すべての傷が閉じ、肉体が再生していく。まるで、時間、そのものが巻き戻っているかのように、ビッグマムが歯を食いしばり、叫ぶ。ありえない。一体何が起きてるっていうの？ロックスが咆哮する。止まるな。攻撃を続けろ。再び4人は突撃する。カイドウは巨大な竜の姿となり、天へと舞い上がった。彼はイムへ向けて、竜の咆哮を放つ。その炎は、進む者すべてを焼き尽くすほどの灼熱。だがイムはその猛攻の前で、ただ静かに片手を上げた。指先が炎に触れた瞬間、ゴーゴーたる下流が一瞬で静まり、逆流する。カイドウは反応する間もなく直撃を受け、その巨体が衝撃に弾き飛ばされる。ふわー、苦痛の叫びが轟く。その光景を見た白ひげは、大なぎなたの柄を強く握りしめた。次の瞬間、全身から覇王色の覇気が吹き出す。白ひげは一気に間合いを詰め、悪魔のみの力を込めた渾身の一撃を放つ。大なぎなたがうなりを上げながら振り下ろされ、イムへと迫った。しかしイムはただ穏やかに首をかしげ、その手のひらで衝撃を受け止めた。次の瞬間、イムの指先がわずかに動き、凄まじい反動が生まれる。白ひげの体が弾き飛ばされ、岩壁をいくつも突き破って地面に叩きつけられた。やがて煙が晴れる。そこに立つイムの体には傷一つない。だが、煙の中から現れた白ひげの全身は血に染まり、深い傷を負っていた。イムは静かに天へと手を掲げた。その瞬間、周囲の空気が黒く染まり、闇が世界を覆い始める。やがて、光をも飲み込む巨大な黒い球体が出現し、轟音を立てながら回転を始めた。それを見たビッグマムとロックスが、同時に前へ飛び出した。ロックスは全身から覇王色の覇気を放出し、迫り来る黒球を正面から受け止める。ビッグマムも叫び声を上げながら力を合わせ、二人は渾身の力でその一撃を押し返そうとした。しかし、圧倒的な力の差はあまりにも大きく、次の瞬間、二人の体が衝撃波に吹き飛ばされた。地に伏した4人、ロックス、ビッグマム、カイドウ、そして白ひげ。彼らの体は血に染まり、深い傷を負っていた。その時だった。勝敗がすでに決したかのように見えた戦場に、突如として2つの影が現れた。ロジャー、そしてガープ。彼らの目に映ったのは、怪物のような存在、イム。海軍も海賊も区別なく、イムの攻撃によって次々と消し飛んでいく。近づこうとしたものは、一瞬で蒸発し、ゴミ一つ残らなかった。死の嵐が吹き荒れる中、ガープは怒りに燃え、イムへと突進した。海軍の兵たちは絶叫する。中将ガープ。正気ですか？あれは聖サタン様だ。触れてはなりません。ガープは拳を握りしめ、覇王色の覇気を全身にまとわせる。そして空を震わせるような咆哮を上げた。そいつが誰だろうと関係ねえ。民を襲うやつは俺にとってただの化け物だ。その瞬間、
海軍の英雄モンキー・D・ガープはロックス、ロジャー、白ひげ、ビッグ・マム、カイドウと並び、イムとの地獄の戦場へと身を投じた。6人は同時に己の究極の技を放った。それは、世界の歴史上かつて一度も存在しなかった、6人の最強による合体攻撃。天地を滅ぼすほどの力が一直線にイムへと襲いかかる。ゴッドバレー全土が揺れ、空気そのものが燃え上がった。嵐が静まった時、6人の最強の戦士たちはそこに立っていた。肩で息をし、全身に血と傷を負いながらも、まだ戦意を失ってはいなかった。しかし視界を覆う煙の向こうから、ゆっくりと一つの影が歩み出てくる、イム。その体は血を流しながらも、同時に再生していく。イムは顔を上げ、血のように赤く輝く瞳で6人を見下ろした。そして、低く、世界に響き渡る声で告げる。もうよい、貴様ら、本当に、限界に達したようだな。イムは、ゆっくりと両手を掲げた。その動作は、まるで祈りのようであり、同時に裁きの儀式のようでもあった。次の瞬間、空が裂けた。無数の稲妻が雲を貫き、島全体を覆い尽くす。この島のすべてを消し去ってやろう。その言葉とともに、数千、数万の雷光が地上を焼いた。ゴッドバレーの生物たちは悲鳴を上げる間もなく、光に飲まれていく。その中には、ロックスの妻と子もいた。やめろ。ロックスの怒号が轟き、彼は血走った目でイムへと突進する。しかし、イムは冷たく腕を振り上げた。手のひらから放たれた黒い矢が、ロックスの胸を貫く。ぐ、ああああ。その体が崩れ落ちようとした瞬間、イムは低くつぶやく。ドミリバーシ。黒い朱印がロックスの全身を這い、皮膚が裂け、角が伸び、牙が生えた。背からは黒翼が生え、瞳は真紅に染まる。ロックス D.G. ベックは、もはや、人、ではなかった。イムの呪いによって、悪魔へと変えられたのだ。我に従え、ロックス。ロックスは苦しみながらも、やがて瞳から光を失い、静かに膝をついた。悪魔と化したロックスの前で、イムは冷酷に命じる。お前の家族も仲間も、すべて消し去れ。